はい、皆さんこんにちは。犬です。今日は技紹介編面技参戦おめでとうということで、面技を3つ紹介していきます。誰でも真似して打てるようにポイントをしっかり解説していきます。今回紹介していく技の中には、今後他の技を習得していく上でめちゃくちゃ役に立つ重要な技術や考え方が詰まっていますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。では早速いってみましょう。まずは相手の竹刀を押さえて面です。はい、イメージこんな感じですね。なんてわがままで暴力的な強い技なんでしょう。そんなもん知ってるわとか、そんな単純なもん当たるかい、避けられるわって言いたくなったそこのあなた、わかります。でもこれマジで必須です。必修科目です。使い方次第で最強の武器になるのがこの技なんです。そういう深い部分は今後出す動画で詳しく解説しますので、ぜひ見続けてください。とにかく今はこの技をマスターしてください。お願いします。この技の特徴なんですけど、2つあります。1つ目、避けないと確実に負ける。2つ目、避けるのが少し遅れれば当たってしまう。相手からすると抑えられた時点で前に出て打とうとするとがっつり真ん中取られてるので負けちゃいます。なので基本的には相手は避けるしかありません。はい、ポイントも2つあります。1つ目、抑える場所、強さ。自分から見て相手の竹刀を右上から左下方向に押さえます。相手の竹刀の真ん中あたりを押さえます。押さえた時に自分の竹刀の先が相手の体の幅から出ない程度に押さえるようにしましょう。押さえすぎの悪い点も2つあって、1つ目、あんまり強く押さえすぎると相手がびっくりしすぎて、びっくり度が強すぎてすぐ避ける体勢に入ってしまう。なので技が当たりません。2つ目は、押さえすぎると自分も打つまでに、相手の面に竹刀が到達するまでに時間がかかっちゃうので、相手の打突が間に合っちゃう、出花を打たれるってことですね。はい、ポイント2つ目、押さえてではなくて押さえながら打つっていうことを意識してやってみてほしいと思います。押さえる動作と打つ動作をできるだけ一緒にします。別々になると簡単に避けられてしまうので、あと出花も狙われてしまいます。間合いの動画で紹介したように自分の届く間合いまで入り、左足をセット。もうここから左足に体重が乗って右足は浮いています。押さえる動作と同時に足から打つ動画で紹介したように右足を前に出していきます。押さえ始めてから打つまで左足を動かさないことがスムーズに打つポイントです。相手の竹刀の上に乗っかって打つようなイメージです。難しい場合は近い間合いから徐々に練習していきましょう。ちなみにこの技と相性の悪い技って何だと思いますか？この技を出す時にやられたら困る技です。こういうのを考えることってめっちゃ大事ですからね。ゲームの属性の相性みたいな。動画を止めてちょっと考えてみてください。そう、返し道なんですよ。っていうことが分かったら、返し道を打たれずに押さえて面を決めるにはどうするって考えると、押さえて面があなたの必殺の得意技に進化していくし、返し道を得意にしている選手には他のどんな技が当たるって考えると、押さえて面と組み合わせて別の技を使えるようになって、いろんな相手に対応できる選手になれますね。次行きましょう。続いて面々ですね。この技の特徴なんですけど、押さえて面と相性がいい。早速なんですけど、押さえて面を避けられた後に使う、押さえて面が通じない相手に使う、返し道を狙ってくる相手に有効です。フェイントで強引に間合いを詰めることができます。これもポイントが2つあるんですけど、1つ目は2歩で打つこと。1本目を途中でやめて、その時に左足をしっかり引きつけておく。そうじゃないと2本目が届かなくて打てません。2本打つような形になるので、少しだけ遠い間合いから打ち始めましょう。ポイント2つ目、途中まで押さえて面を打つと同じように見せることが大事。明らかに違う入り方をするとバレて出ようとしたところを打たれちゃいます。1本目と2本目の間を打たれちゃうっていうことがこの技の弱点なので、1本目で避けさせることに成功すればもう打てます。この技の応用で相手が手元を上げずに下がったり
その場にいる場合はこっちを使いましょう。こっちの方が簡単かもしれません。ただ相手が下がるのに遠くに飛ぶ必要があるので、1本目の後しっかり左足を引きつけておきましょう。最後は避け入りながら面です。この技の特徴はギリギリまで打つか打たないか判断を待てるところです。避けて入りながら打つ気持ちと打ってきたら避けるっていう気持ちを半々に持って相手の反応を見ます。この技はポイントが4つあります。1つ目、避ける動作をしながら間合いに入っていきます。そのままつばぜり合いに入って間合いを切って仕切り直して相手を油断させるのが大切です。避ける動作をしつつ打つぞっていう気持ちを出さないようにしましょう。2つ目、相手がどういう動きをするか、どこが空いているかしっかり見ましょう。打ってくる気配があればしっかりガードしながらつばぜり合いまで入りましょう。足を止めて受けてくれたら落ち着いて空いてる部分を狙います。ここでちょっとだけレベルの高い話をします。初心者の方も今この考えに触れておくと、今分からなくても上達してきた時につながってくるはずです。落ち着いてっていうのはこの形になったから早く打たなきゃって焦る必要もないことを含んでいます。早く打たずに見送ってもいいということです。なんでかっていうと、この入り方をした時にこう避けるっていう情報を自分が手に入れてるっていう時点で相手より少し有利に試合を運べるからです。試合時間がそこから1分ぐらい過ぎて、このやり取りを相手が忘れた頃に同じ入り方をします。今度はとっさに避けるっていうことが分かってるので、打たない素振りで入りながら頭の中は確実に仕留めるっていうつもりで狙い撃つことができます。これも覚えておきましょう。3つ目、打つ時は間合いがかなり近くなっている。前に飛ばずその場もしくはちょっとだけ前で踏み込みます。いつもの面打ちのように飛ぶと竹刀の根元の方に当たってしまって1本になりません。4つ目、飛ばないけど飛んで打った時の勢い、スピードでしっかり抜けて審判にアピールする。これやってみると初めはちょっと不思議な感覚があります。できるようになるといろんな場面でアピール上手になれる技術なので、ぜひ練習しましょう。はい、いかがだったでしょうか。まだこの技打てなかったという人は練習してまず打てるようになる、これを目標にすることで今より新しい3つの選択肢を手に入れることができます。つまりできなかった頃より強くなっているっていうことですね。マジでこれだけは言わせてほしい。剣道の技なんてどんな技だって練習したら誰にだってできるようになるから。君も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 あなたもあなた様も絶対できるようになる。やるしかないぞ。すでにこの技打てるっていう人はさらに磨きをかけていってほしいと思います。僕も研究を続けます。他にも面の打ち方はまだまだたくさんありますし、今後引き続き紹介していく予定です。ただ今回の3つの技に出てきた技術や考え方は他の技に応用したり組み合わせて使うことでさらに3倍も4倍も力を発揮します。今回の技を習得することは今後習得する技の威力を上げるためにも大事なので、たくさん練習して実践で積極的に使っていきましょう。次回以降の技紹介にも注目していただければと思います。今回の動画が良かったと思っていただけた方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも毎回ありがたく読ませていただいております。よろしくお願いします。それでは。